ポイントは断層なんですけど、結構優しげだっていうところがあって、やっぱりちょっと難しい部分もあるかなと思いました。はじめまして、コスプレイヤーの光です。私は去年ファッションブランドを立ち上げてます。その一方で昔からいた金融でも働いています。Nice to meet you. My name is Hikari. I'm a cosplayer and I was establishing my own fashion brand last year, but at the same time, I'm working in American investment bank. Здравствуйте, меня зовут Hikari. Очень приятно познакомиться. 今日はハウルのコスプレメイクをしたいと思います。I really hope you like it. Let's start. カラーコンタクトはツインループのブルーのワンデーを使ってます。すごい発色がいいのと、縁の色がそんなに濃くないのもあって愛用してます。断層は私はいつもこのカラコンを使ってます。ベースはポール&ジョーを使ってるんですけど、これはぶっちゃけ普段使いと同じベースメイクです。私は結構今回のメイク見ても分かる通り、そんなに厚いメイクが得意ではないんですけど、ポール&ジョーはすごい自然でこう塗ったって感じがないのが好きなんです。ルナソルのはこれもそうなんですけど、私あんまり分厚いのを塗ると肌が強くないので、ちょっと肌がきしんじゃうので、ルナソルはちゃんとカバーできるけど、そんなに肌にダメージもない感じで気に入っているので、これも塗りすぎない感じで自然に塗ってます。コンシーラーは私すごいクマが結構濃いので、そのクマを隠すために結構カバーできるのを探していて、で、カバーマークのを使っていて、これは結構濃いめに塗ってます。で、目の下とあとやっぱり鼻のこの小鼻の部分に両方塗って、ここの色味をカバーしています。あと今日私ちょっとニキビがあったので、ニキビのところにもちょっと塗っています。ハイライトは MAC を使ってます。結構人気のコスメだと思うんですけど、これを実際に塗るとそんなに派手じゃないんですけど、ちゃんとこう顔の凹凸がちゃんと出るのですごい気に入ってます。私はT ゾーン、こことこことあとここ、あとこの辺にもちょっと塗ってます。アイブロウはエクセルを使ってまして、これは普段メイクとこれも全く同じのを使ってるんですけど、色はちょっと薄めのライトブラウンみたいな色を使っていて、金髪に合わせるためにあえて薄めのものを塗って、あと眉マスカラをつけて全体的に眉の色を髪の毛に合わせています。結構男装メイクだと眉と目の距離を近づけてこう角度を高めに描く人が多いんですけど、私自身は顔が優しげなので、それをやっちゃうとアンバランスになっちゃうので、眉と目の間はちょっと広めにして、こまり眉っぽくしてちょっと上げてます。ハウルが結構優しげなキャラだから、あんまり太くするとちょっと強そうな感じになっちゃうので、それもあって細めに描いてみています。アイブロウマスカラはヘビーローテーションを使ってます。これ結構発色がすごくいいので気に入ってて、普段使いの時も使ってます。眉頭に濃いめに塗ってます。アイメイクをしてから目のバランスを見て、ラインをちょっと太く引き直しています。一番最初はちょっと細めに引いたんですけど、それをもう少し男らしくするために太く、あともう少しこう傾斜を高くして引き直してます。でも見てわかる通り、そんなに激しいラインを私は引いてはいないです。ルナソルのアイシャドウはまず薄いものを全体に塗って、次にちょっと濃いブラウンをこの目の真ん中ぐらいからこう広めに塗って、最後に濃いめのブラウンを端っこくらいに塗ります。これもちょっとずつやりながら顔を確認して、こんな感じかなって思っていつもやってる感じです。黒のアイライナーはヒロインメイクの黒を使ってるんですけど、これはその目の周り、目の上を薄くなぞるように引いているのと、あと目のこの際の部分にちょっとだけ引いています。これも結構男装メイクでは薄い方だと思うんですけど、あんまり濃くしすぎてしまうと表情が出なくなっちゃうので、私の場合はあえて薄く塗ってます。目の形はハウルの場合は結構優しげな顔をしてるので、私の元の顔もそんなにはっきりした顔じゃないので、それに合わせて顔の形を変えない感じでやってます。
ブラウンの方の不老不死のアイライナーで、ダブルラインを引いています。これ黒で引くとすごい濃すぎるのと、ただもっと薄い色で引くとちょっと写真で見た時よく分かんなくなっちゃうのもあって、私は不老不死のブラウンで細く引いてます。目のちょっと上ぐらいに目のラインに合わせて引いてるんですけど、あんまり高めじゃなくあんま低めじゃなく、どれぐらいかな、これぐらいの幅で引いてます。断層なので最後ちょっとここの際の部分にラインを強めに入れて、ちょっと男らしさとかを出すようにしていて、その時に全部が出来上がったのを見てから、ちゃんとこの辺とかのライトの具合を見て、もう一回ここにシャドウをつけたりとかしています。ジルのビューラーはぶっちゃけ可愛いので使ってますやっぱり可愛いコスメを使ってメイクするとテンションが上がるので、すごいこれ使いながらいい感じに上がってるなと思いながらいつもやってます私の場合は結構まつげが太いんですね。太い、結構まつげの毛が濃いので、もう根元から何度もギューギューやって、3段階でやるよりは根元からやって、もっと余裕があったらまつげをカールする熱のやつがあるので、それでもう一回押さえて固定します。マスカラはクリニークのマスカラを使っていて、上の方はあんまり派手にやると女子っぽくなっちゃうので、下の方にちょっと濃いめに入れて、目の形がはっきりするような形でマスカラを入れてます。涙袋ライナーのラブドロップスを使ってるんですけど、これも結構断層で使わない人もいるかもしれないんですけど、私は単純にお気に入りなんで毎回使っています。で、結構私はハウルは結構笑うキャラだと思っているので、笑うと涙袋って結構目立つと思うので、それもあってちゃんと引いています。シェーディングなんですけど、キャンメイクのを使ってます。こことこことここに塗ってます。じゃあウィッグをかぶります。金髪のロングのウィッグを自分でカットしたものをかぶります。で、私の肌の色がちょっと薄めなので、それにうまく合うような、あんまり濃すぎなくてでも薄すぎない金髪を選んできました。顔からウィッグが浮かないように、このフロントラインが綺麗に見えるようにグルーをつけます。かぶった後はまず普通のヘアミストをかけて濡らしてから、ウィッグをヘアアイロンで調整します。で、ウィッグは多分ヘアアイロンかけた直後の冷める瞬間が一番固定できるので、ヘアアイロンつけた後はすぐに形に整えて冷めるのを待ちます。あとワックスは跳ねてる部分とか、ちょっとふわっとなってる部分をシュッとさせるために使います。ピアスをつけて、これでメイクが完成です。ハウルのメイクなんですけど、ポイントは断層なんですけど、結構優しげだっていうところがあって、やっぱり結構きつめなキャラだと目尻とかにきついシャドウを入れたりとかして、全体を引っ張り上げたりとかもしてきつくすればきつくなるんですけど、ハウルは女性的な優しそうな顔つきだけど男性というところがやっぱりちょっと難しい部分もあるかなと思いました。で、私の場合は本当にもともと顔がそんなにすごい男装向きの顔じゃないのもあるので、元の顔を少しいじってハウルになったかなみたいな感じでやっています。で、あと眉毛をあんまりきつくしすぎないとか、あと、自分の元の顔のちょっといいところを生かそうとか、私の場合はやっぱりもっともっと男装に向いてるようなかっこいい顔だったらいいのになって思っちゃうけど、あえて自分の顔を生かしてどうやったらできるかっていうのを考えてます。Thank you for watching my movie and really hope you like my makeup tutorials and hope you see other movies as well.
and also please add our channel to your list. So goodbye.